あしょうがないよね。そもそも相手の方が格上なんだしさ。さ、しょうがないっていうのやめて。私国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様、こんにちは。本日は配信作品アルプススタンドの端の方より城城秀夫監督をお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。城城監督、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もともとこれ舞台の映画化だと思うんですけれども、監督がこの作品を映画にしようと思って一番惹かれた点というのはどういう点だったんでしょうか。はい。まあなんか高校演劇なんですよね、もともとが。はい。それで優勝した作品で、高校演劇界というのは日本でもすごく盛んで、それのトップの作品ということでお話しいただいたんですけど、ちょっとあまり前例のない仕事だったんで、ちょっと本当にやれるのかなみたいな感じあったんですけど、打ち合わせ前に資料を見てですね、これは本当にもう最初だらっとこう仕事で見てたんですけど、それ引き込まれてってですね、で、これはもうぜひやりたいというようなことで、ちょっとぜひやらせてくださいというような。お話っていうのは高校生が書いた話なんですね。高校、これは先生が書いた。先生が書いた。そうなんですよ。で、演劇の方ももちろんスタンドだけで。そうですね。スタンドだけで映画になると思われましたか？いや、むしろ、それはちょっと映画化にあたって何人かのご意見は、スタンドだけじゃなくて映画なんだから、野球場も映そうみたいな意見あったんですけど、僕はそうですね、最初からいやいや、スタンドだけでやんなかったらこれは意味がないっていうような感じでやりましたね。なるほど。監督がこの物語で一番強く惹かれる部分ってどういう部分でしょう？やっぱりなんか、懐かしさみたいなものはまずあったんですよね。かつて、こう、自分が若かった頃ですよね。その頃は、すごくこう、ものすごく、なんでしょうね。それができなかったらもうどうしようもないとか、そういう思いっていうのが、まあ、いろいろあったと思う。悩みとかね、そういうものが、今思えばすごくこう、小さなことなんですけど、それがまあ、当時としては、すごく、なんですかね、本当生きるか死ぬかの悩みだったりとか、そうだったな、みたいなことを思い出しましたね。しょうがないよっていう言葉をめぐって、いろいろな意見交わされますけれども、そのしょうがないよって言ってしまったようなことっていうのは監督の青春時代もちょっと実感。そうですね。まあどっちかというと、まあ社会人になってからというか、まあ仕事がまあ映画監督ってものすごく僕は、まあ今でもそうですけど、低予算をばっかりやってるような監督でして、まあそうなってくるとしょうがないの連続なんでね。ただ、なんかこの映画で言ってるような、しょうがないって言っちゃダメっていうような、そういうテーマではまあないと思ってまして、まあしょうがないって言ってそこで止まっちゃダメだよみたいなことがどっちかといえば、僕の考え方といいますか。そのしょうがないも含めてですけれども、いろんななんかメッセージがあると思うんですけれども、この映画が伝えるメッセージって何でしょう？あまりね、そういうことは、まあ、おのおの、受け取っていただければって割とオープンな、つもりではやってて、ですからあまりこう、なんですかね、少しこう、引いた目で撮ってると言いますか、音楽とかもかけてないですし、こう見てほしいっていうのをあえてちょっと押し付けないみたいな形で、多分いろんな立場の人がいろんな目線では見ると思うんで、そういうような映画に、まあ本当に夏の一日の一コマをフラットに撮って、それをまあどう見てくれるのかなっていう、そういうような思いでしたね。あと、素晴らしいこの演劇をですね、ちょっと、知ってもらいたいっていう思いも強かったんで、あえて、まあ、なんですかね、演劇っぽさっていうのをあえて残した部分はあるんですけど。なるほど。ちょっと夏の甲子園という大会が日本にとってどういう存在なのかということをお話ししたいと思うんですけれども、高校野球の全国大会が毎年大阪地区ですか、甲子園という有名なスタジアムで行われると。監督、野球あるいは甲子園大会に対して
何か特別な思いとか思い入れとかありますか？僕はそんなに実はね、ないんですよね。子供の頃、リトルリーグで野球はやってたんで、野球は、一通り、わかるんですけど、その時の結構無理やりやらされた思い出があって、割と文化系の人間だったんで、そこで野球というものに、あまりこう、興味はなかったんですけど、ただ野球をテーマにした映画とかそういうのが好きで、頑張るベアーズとか、なんで自分はね、そんなに野球とかやるのは好きじゃなかったので、人がやってるのを見るのは感動するなっていうのはありましたね。そうですね。映画もたくさんありますしね。で、日本人ってその野球の用語を日常の会話に入れがちですよね。甲子園もだからそういうとこですよね。ラップ甲子園とかそういうスイーツ甲子園とか、なんか甲子園っていうのは地区の名前っていうか球場の名前だったりするんですけど、それとは関係なくても、高校生たちが青春をかけるものの代名詞として、甲子園というのは日本で使われているものなんです。そうですね。映画甲子園というのもあります。そうなんですか。別にそれは甲子園でやるわけではないんですけど。ではないですね。ではないんですよね。で、海外の方が作品ご覧になって野球を知らない方もご覧になってると思うんですけれども、ちょうどこの映画そのスタンドで見てる演劇部の2人の女性ってあんまり野球を知らないので、今何が起きてるのっていうようなことを思いながら見てるわけですけれども、監督も映画作りながら、野球を知らない人が見ても分かるような伝え方をしようとは思われたんでしょうか？僕はもともとあまりこれは野球好きに向けた映画だと思ってなかったんで、野球映さないし、そういう、ああいう人たち、野球に興味のない人たちとかが、見るのかなとか、そういうふうに思ってたんで、その辺は少し、あとやってる子たちも全く野球がわかんないんですよね。打ったらどっちに走るかもわかんない。実際の彼らはそうなんですか？小野里奈さんとかそうでしたね。で、一応覚えたと言ってたけど、終わった後、プロモーションで話したら、いや、もう忘れたみたいな、ルールが全然わかんないみたいな感じだったんで、そういう人たちにもなんとなくはわかるように。で、野球を、知ってる人も、ちょっと知らない人にはこう思われてんだな、みたいな、そういう、コメディ要素として入れていければなと思ったっていう。実際の撮影ってどのように行われたのかなって気になるんですけれども、みんなグラウンドを見ながら、タイミングを合わせて体を動かしたりとか、目線を動かしたりとか、どのように演出というのはされたんでしょうか？そうですね。グラウンド映さない客席だけなんで、もう朝、もう本当7時ぐらいから始めて、もう夜はもう本当4時5時でもう撮れなくなっちゃうんですよね。それを5日間ぐらいやってみたいな、ほぼ順撮りみたいな形で、もちろん現場で音も出せないですし、目線とかはだから助監督が、そうですね、グラウンド前の柵のとこで、竿にボールつけて、こうやってわーって今飛んでますよ、みたいな、そういうような形で、統一させてっていうような感じで。で、エキストラもそんなに呼べないんですよね、予算がないんで。なんで、大勢来る日が1日だけみたいな感じで、あとはもう10人ぐらいをうまく配置してみたいな、そういうような形で毎日やってましたね。なるほど。4、5日で1本作んなきゃいけないっていうのは、プレッシャーというか、監督としてはかなり、もうご経験あるのか、かなり難しいことだったのか。いや、もう全然経験あるっていうか、もう2、3日で撮る映画を100本ぐらい撮ってるんで、僕は。で、そこの、効率よい映画の撮り方というのは、もうお手の物という。でも、今回で言うと夜が全然撮れないっていうのはあったんで、もう本当日が暮れたら強制終了っていうのはあって、で、順に撮ってるから、翌日、次のシーンで、また、午前中の日になったりとか、そういうのはちょっともう、言っちゃいけないですけど、しょうがないなっていう感じで。それこそしょうがない。限られた、日の光の中でやるということで、事前にリハーサルたくさんやられたりとか。リハーサル時間は2日間取ってたんですけど、もう、演劇の方を経験してた、方たちだったんで、そんなに最初ちょっとこれは、演劇を映画の芝居に転換する作業っていうのは一番最初にやって、で、これ以上やってもあんまりしょうがないかなみたいな思いがあったんで、1日だけでしたね、結果として。もう明日はいいですみたいな形で。あとは現場でやりましょうみたいな。演劇の演技と映画の演技をどう違うんですか？
まあ演劇っていうのは演技を一回なんですかね、そういう演劇のものに転換するみたいな作業で、映画はまあ、いろんなやり方ありますけど、まあよりリアルな方がいいっていうのがまあ一般的だとは思うんですけど、今回まあとはいえこう状況を説明したりとか、そういうちょっとリアルとは外れる部分も演劇的な部分も残してるんで、なんかその間を取ってくれみたいな感じで来ましたかね。だから演劇の芝居の要素みたいなものは、完全にはなくしてないというか、撮影で難しかったところとか思い返されてどういう点でしょう？まあ天気ですよね。本当に晴れたり曇ったりと、まあ最終的にちょっと台風とぶつかっちゃって、吹奏楽のシーンだけ1日飛ばして、それをやったのがもう2ヶ月後ぐらいで、もう完全に冬になっちゃったんですよね。で、吹奏楽のシーンが一番晴れてるから、あれが一番暑く見えるんですけど、あの日が一番寒いっていうの。他はね、曇りが多い。曇りとかも小雨みたいなのに悩まされて。日の光は全然繋がってないですよね、カットごとに。ただまあ、それはもういいや、みたいな。それで止めてたらもう終わらないし、まあ、作り上げることが大事だし、みたいな。役者さんたち、皆さんとても魅力的で、フレッシュな方たち揃ってらっしゃいますけれども、どのような、現場だったでしょうか、役者さんたちは。いや、役者さんたちは、まあ、もう本当に、もう、何ですかね、出来上がってましたからね、ほとんど。そうですね。あとは本当どうそれをカメラに収めていくかっていうところで、そんなに、指示を出した感じもないですね。最初なんとなく静かであまり試合に集中していない彼らが終盤もうぐわーっと盛り上がってきますよね。見てる方も同じく最後本当に感動するところに行くんですけど、終盤の盛り上がり、あそこどうやって作られるんでしょう？まあ演劇からいろいろ変わってはいるんですけど、やっぱりまあああいう盛り上がり方っていうか、本当にそういう興味なかった人たちが最後野球に夢中になっていくみたいな流れで、やっぱりそのクライマックスの盛り上がりっていうのが一番感動する部分だったんで、まあそこを逃さないようにっていう思いは最初から、まあそこがちゃんと取れなかったらまあ面白くはないなっていう思いでは挑みましたけどね。撮影も先ほど順撮りとおっしゃいましたけれども、まあ、ほぼ順撮りってあそこのクライマックスに向けて撮影自体も盛り上がっていったって感じですか？そうですね。まあ、図らずもそういうことができた現場というか、普通だったら順撮りなんて、まあ、この日数の中ではできないんですけど、ワンシチュエーションのああいう場所であったからこそできたっていうのはありますかね。なるほど。先ほど音楽もないっておっしゃいましたけれども、ちょうどその吹奏楽の応援の音楽がいいところで入ってきて、それも一つの映画の音楽のような形でも聞こえてくるんですけれども、ああいうタイミングも結構計算されてるんでしょうか？そうですね。もともと吹奏楽っていうのは要素になかったんで、演劇の方ではなかったんで、まああれは場所が違うんで、当然やっぱりグラウンドと同じで見えない吹奏楽部のキャラクターっていうので、名前だけ出てくるっていうような形だったんです。今回では映画で、そうですね、吹奏楽と、あと先生っていうのは足された部分なんですけど、最初からちょっと劇版という形では、つけないっていうのは決めてたんで、まあ、いかに吹奏楽の音楽だけで、持たせるかというような感じで、思いではやりましたね。もともと映される対象でなかった吹奏楽の演奏をちゃんと映そうと思ったのは、どういった意図なんですか？音楽的な意図がまず大きかったのと、だから劇版使いたくないっていうのはあったんですよね。そういう、あんまりここは盛り上がりますよとか、ここは悲しいですよとか、切ないですよとか、そういう部分はあんまりこっちから提示したくなかったというか、そこで鳴っている音楽を、聴かせてた、なんか球場全体の一体感みたいなのを出したいっていうような意図があったのと、あと、何ですかね、端っこの立場の人と真ん中の立場の人の対比っていうものを、まあ、より絵にしていきたいなっていうような感じですかね。その吹奏楽部の部長のリーダーの演奏シーンも撮る必要があるし、彼女はちょっと中央の人で、端っこの人たちと立場が少し違うという。まあね、
当人たちにとってはね、やっぱどっちが中央で端っこでとかはあるとは思うんですけど、まあ、僕としては、おのおの、悩みがあるだろうし、別に真ん中だろうが、中央だろうが、それぞれ、まあ、あるんだろうなと思って、そういうちょっと、多角的な描き方をしたいなっていうのがありました。監督ご自身は、どのキャラクターに、思い入れがあるとかありますか？まあ僕はもう全然端っこの人間で、高校生特に、ただああいう青春って、正直僕男子校だったんですよね。だから、全然わかんないみたいなところあるんですよ。実感としては実は、なんか懐かしいなとかさっき言ってたんですけど、本当言うと、味わっていない青春なんですけど、どうなんですかね。タイプとしてはなんか吹奏楽の最後泣いちゃうちびっこいるじゃないですか。タッチっていうキャラクターなんですが、あれに近いかもしれないですね。普段こう、憎まれ口ばっか叩いてても、まあやるときはちゃんとやるみたいなところで。で、最後感動しちゃうっていう。なるほど。面白いですね。最後の最後に素敵なオチがあって、エースの少年がプロになったのかと思いきや、補欠だった少年がプロになっていたっていう、あれはまた見事なエンディングだなと思いましたが、あれももともとあれは、高校演劇ではなくて、浅草急劇の演劇では、数年後みたいに描かれ方であって、で僕、まあ、浅草、映画撮る前に浅草の演劇版見て、そうですね。これに最後、球場からボールが飛んできたら素敵だなと思って、まあ、そういう部分を足してみたいな。この作品、上映時間も、80分。75分ですね。75分ですよね。ちょうどコンパクトでとても見やすいんですけれども、これは意識されたんでしょうか？いや、これはね、元々の台本が、まあ、脚本家さんいて、まあ、僕も最終的にいろいろ直したりして、7、8ページぐらいあったんですよね。で、まあ、大体、日本の脚本の書き方で言うと、1ページ1分みたいな計算なんですけど、で、セリフが多かったりするとちょっとショートしたりするんで、まあ、大体90分ぐらいかなと思って、で、全部台本通り撮って、繋いだらなんか知らないけど、70分ぐらいしかなんなくて。で、もうちょっと慌ててプロデューサーに電話して、ちょっと、70分にしかなんない。まあちょっと伸ばすけど、せいぜい75分だけどいいかって言ったら、いや、まあいいですみたいな感じになって。で、結果すごくこう見やすい尺になったっていうのがあるんですよ。で、映画館でもまあたくさんかけられるみたいな、すごくありがたいみたいな感じに。大抵映画、私たちが聞くのは、長くなりすぎてプロデューサーに長くなっちゃったって相談する方が多いと思うんですけれども。そうなんですよ。だから、本当に、まあそのまま撮ってるっていうのもあるんですけど、こうあまりこうね、粘った芝居とかさせないで、そのままフラットに撮ってるんで、で、しかもセリフ多いとどうしてもなんか短くなるっていう傾向はあるんですよね。そういうのもあって、ただこんなちょっと舞台調のセリフだけの映画ってね、やったことなかったんで、あんまりちょっと尺調ができてなかったんですけど、まあそこはそんなにがっちりした、対策ではない、こう、インディーズ系映画のいいところだったと思いますね。いや、本当にコンパクトに凝縮されていて、すごく見やすい。なかなか聞かないですよね、75分。なかなか、そうですね。世界の今、作品をご覧になった皆様に、この作品、こういうところを楽しんでもらえたらなって、改めて、まあ、ご覧になった後ですけれども、何かメッセージがありましたらいただけますでしょうか？これ本当に、撮られたのが2019年で、コロナ直前みたいな感じで、公開がちょうど、コロナ期に重なって、公開が少し伸びたりして、その中でも、まあ映画館とかほとんどね、閉まってて、座席もこう市松模様にね、開けられたりしてる中で公開されて、何か運命的なものを感じですね。そこで共感してくるお客様とかがたくさんいて、すごくこう、皆さんに育ててもらった映画だなっていうのがありまして、なんですかね、世の中今こんな感じですけど、なんかまあ諦めないでやってこうよみたいな、そういうもう本当にストレートなことが伝わればなっていう感じですかね。城城秀夫監督にお話を伺いました。監督、本当にありがとうございました。